どうも、ヨーヨーリクリエーションのチョップスティックゴリラこと秋葉です。今回はオリジナルトリックの作り方後編ということで、前編で話した内容を踏まえながら自分の技を参考にどうやってオリジナルトリックを作っていったのかっていうことを見ていただこうと思います。よろしければ最後まで見ていってください。はい、じゃあ実践編ということで、まずチョップスティックホップをシュハリの流れに当てはめるとどうなるのかについて解説してみたいと思います。このチョップスティックホップのシュですね。で、この技自体も実は元ネタがあって、2008年頃のスペンサーベリーズアパートメントっていうクリップビデオの中でジェイソン・リーがチョップスティックホップやってます。で、自分それ見てすごい衝撃を受けました。それも必死こいて練習したんですね。真似しました。で、例えばこの真似をするってことにしても、例えばこのチョップスティックホップ、これですね。で、この技をパクるためにもまずはチョップスティックトラピーズ、この技、それとイーライホップですね。で、この2つの技を組み合わせることによってチョップスティックホップっていうのができてます。真似するためにもこの2つの技、既存の技と既存の技ができていないとまずパクるのが難しいよっていう、これがまず主になります。で、次の段階としてこのチョップスティックホップを真似しただけで終わっちゃダメなんですね。これだとただパクったやつになっちゃうんで、ここから自分の技、持ってる技の中からいろいろ引っ張り出してきて応用して自分なりの技にしていく必要があります。チョップスティックホップにバリエーションを持たせるために、どういう技を組み合わせたかというと、まずはこれをいきました。これですね。こうトラピーズで体を変えながら、マウントしていく、このトリックを、組み合わせてみました。これを組み合わせるとこんな感じになります。チョップスティックのトラピーズで回るよと、で反対方向にも回ってと、いろいろこう遊んでるうちに実は体の向きをこう変えなくても手首のこの表と裏だけで実はトラピーズ乗るんじゃねっていう風に思ってやってみたのがこれです。まずトラピーズをしてこのまま乗せる、このまま乗せる、このまま乗せて、このまま乗せると。じゃあ今度はこのホップの動きと手首を返す動き、この2つを組み合わせることができるんじゃないかっていうふうに考えて実際にできたのがこれです。乗せてホップで入れ替え、ホップで入れ替え、このホップの動きと手首を返す動きを組み合わせてこのチョップスティックホップ、表と裏ですね、これが、生まれました。はい、じゃあ今度は発想として縦に飛ばすことができたんだから、今度もしかしたらこう横にホップを飛ばすことができるんじゃないかっていう発想が生まれて、なんか既存の技で似たような技ないかなっていうふうに探した時に、こんな技がありました。当時少し流行っていたこの腕を使って横にヨーヨーをブーメランの要領で横に飛ばす技、この技と、チョップスティックホップ組み合わせてみました。まずこの体の外から出ますね。で、そこから内側に、ここにチョップスティックのホップの形で乗ってます。これで横に乗ることが、分かりました。で、今の技をやっていくうちに実は腕の外に通す必要はないなっていうことが分かってきて、で結果的にこうなりました。で、まず普通のチョップスティックホップで裏に回す。で、ここ裏に乗ってる状態で
ここを支点に横に飛ばす。これがチョップスティックホップの、横飛ばしというか、横にヨーヨーを飛ばすバリエーションがまた一つ増えました。じゃあ次どんな要素を組み合わせたかというと、これいろいろいじってる当時インバーテッドっていう要素、インバーテッドホップですね。例えばこういう脇の下を通す、こういう技が当時少し流行ってました。でこれにチョップスティックホップを組み合わせるとこうなります。まずこのインバーテッドでチョップスティックのトラピーズで、こっから飛ばしてあげる、こっから飛ばす、これも要素の組み合わせですね。インバーテッドプラスチョップスティックホップ、これでまた新しいバリエーションが増えました。今度はこのチョップスティックホップっていう要素にホリゾンタルを組み合わせてみようと思いました。で当時やっぱりホリゾンタルっていうのがすごい主流な技術になっていて、ホリゾンタルでもチョップスティック何かできないかなって考えた時に、チョップスティックのホップとホリゾンタル、この2つの要素を組み合わせてみました。するとこんな技ができました。こんな感じですね。ということで今チョップスティックホップの、バリエーションの増やし方というか、シュハリに沿っていろいろ組み合わせた方法を、見てもらいました。で今見てもらった通り0から1っていうような形の本当に革新的な真新しい技術とかって今出てきてないんですね。ゼロなんですね。で大事なことは既存の技術に対してまた別の要素をいろいろ組み合わせたり、工夫したりしながらいろんなバリエーションだったり、新しい動きを作っていく。で今も自分はこのチョップスティックホップいろんなバリエーション、今もいろいろ試行錯誤してるんですけど、こういう形でいろんなバリエーションだったり技作っていってます。はい、じゃあ軽くまとめてみましょう。シュハリの流れに沿って考えると、まずシュで僕はジェイソン・リーからチョップスティックホップを真似しました。これがシュですね。で今度は試行錯誤の段階で今あるいろんな既存の技術、自分の持ってる技を組み合わせました。表になったり裏になったり、もしくはこう横に飛ばすインバーテッドっていう要素を足してみる。これが主の次のはになります。でリっていうのが実際に完成した、技たち、バリエーションですねになっていきます。これがまずチョップスティックホップにおける、シュハリの、流れになります。そうしたら今回は、実践編ということでトリックを通して、シュハリの流れを見ていただきました。まずは人の技を真似をしてその技術を自分の中に、吸収する。で次にその技術を、他の技術と応用していろいろ試行錯誤をする中で試していく。これが主の次のはの工程になります。で最終的に自分なりのバリエーションであったり、オリジナルトリックという形で習得をしていく。これがシュハリの最終工程、リということになります。オリジナルトリックの作り方、シュハリについては以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。